皆さんどうもこんにちは、たいのすけです。どうしてもやる気が出ない時ってありますよね。大好きなことで、いつもノリノリでやってる仕事や趣味なのに、なぜか今はやる気がない。でもずっと続けてることだし、やりたいんだけどなぁ、なんて時があると思います。私はこの写真の絵を描いている時に、久々にやる気が出ませんでした。そんな時私はあるコツを使います。それは、ちょい残しです。絵を描いていく過程とともに説明しようと思います。それでは、スタート。最初に今回の手順はこちら。まずは下書きから描いていきます。体調が悪いわけでもないのに、やる気が出ない時は、大抵その出だし、やり始めの時にもやもやとしています。作業に手をつけずに他のことを考えたり、机の上が散らかってるのが気になって片付け始めたり。でも思い切ってやり始めてしまえば、徐々に集中していって作業を続けられます。その後作業に一区切りがついて休憩などを挟むと、次また始めるときにやる気が出ない。めんどくさい。一区切りついてるし、まあいっか、なんて考えてグダグダしているうちに時間が経つ。だらだらしないでやればよかった、なんて後悔したりする。皆さんそんなことはありませんか？私はそんな時、中途半端に作業を区切ります。こんな風にちょい残しをして、下書きの作業に区切りをつけます。はい、休憩。休憩から戻りました。線画の作業に入る前に、ちょい残しをした下書きを終わらせてしまいます。すると、あら不思議。面倒だと感じるやり始めも難なく乗り越えて作業に入り、いつの間にか集中しています。一つ前の作業を完成させずにちょい残しをするというコツが効いています。私がやるそのコツとは、残り作業が1割になったあたりで作業を区切るというものです。すると、作業から離れたり休んだりしている間も、残った作業がちょっと気になっています。あのペースでいくと、残った作業はあと10分だな、とか、あの作業が終わったら次の作業はどう進めようかな、なんて頭の片隅で考えています。実際に作業に戻ると、休憩前の作業の続きだし、気持ちもちょっとつながっていたので、抵抗なく再開できます。というわけで、この線画の作業もちょい残しをして一旦区切ります。続きはまた明日。翌日の作業も残りの線画から始めます。線画を終えた頃にはしっかりと集中しているので、背景と下塗りの作業に続けて入ります。この下塗り作業は色のトーンを決めるというとても大切な作業であると同時に、とても大変な作業です。なぜなら脳にある色の自動補正機能をオフにして色を選ばないといけないからです。白いお米のはずなのに、こんなグレーを選ばないといけないんですよ。色の自動補正機能については、色の錯覚の動画で詳しく解説しています。とにかくめちゃくちゃ頭をフル回転させる作業です。でもちょい残しのおかげでしっかり集中していたので、難なく下塗りを始めることができました。ということで、ちょっと残して休憩。休憩から戻り、中途半端に残っている下塗りを終わらせて書き込みに入ります。作業をちょっと残して一旦区切る。そして再開するときはやり残した作業から始める。私がこの方法を知ったのはある本でした。そこには仕事を効率的に進めるには作業の1割を残して家に帰るのがコツと書かれていました。真面目な人、できる人ほど1日の仕事を区切りよく終わらせて帰りたいものですよね。区切りよくきっちり終わらせてすっきりスパッと帰る。とても大事なことですよね。ただそうすると翌日は新たな仕事から手をつけ始めることになります。自分がやらなきゃいけないことはいくつもあって、さてどれから手をつけようかなどと考えます。これは急ぎじゃないけど時間がかかるし、あれは急ぎだけど面倒なやつだなとかいろいろ考えてるのが結構時間のロスなんですよね。特にやる気が出ない日なんかだと、なかなかエンジンがかからずに無駄に時間が過ぎるなんてこともあります。そんな時、昨日やり残した1割の仕事があると、まずはすぐにそこから手をつけます。その作業を進めるうちに集中してきて、頭がクリアになって、次はあの仕事だなって思いついたりします。そうすると集中力が残っている状態で次の仕事に取り掛かれる。私はこの話を聞いてから、特にやる気が出ない時はその方法を使っています。この卵かけご飯の絵を描いている時も使ってみましたよ。とてもスムーズに作業を進められました。ということで、絵ができました。どうしてもやる気が出ない時はどうするか。きっと他にもたくさんの方法があると思います。皆さんはどんな方法を知っていますか？ぜひコメントで教えてください。ちなみに今回の絵は日本人にはおなじみの卵かけご飯。でも鶏の卵を
生のまま食べるのは日本人だけって知ってましたか？海外の方から見たら、卵を加熱せずに生のまま食べるのはかなり異様な光景なんですって。それでは最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良かった、ためになったと思ったら、高評価ボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。